マーさんのレトロゲーのんびり実況始まるで。ラッシングビート X やります。なんと案件です。公式プロモーターです。この始めよか。いろいろと設定もありそうですが、大体デフォルトでいくでよ。ストーリーモード難易度は初期設定でノーマルですね。ゲーム開始するで。ダウンローディングオープニングストーリー3分ぐらいあるで。長い長くない。ネオ・シスコ州。4年前アルビルスをめぐる戦いがあった。ストーリー始まった。ジーカス、南米で発見されたレトロウイルスの足を研究し開発された医療薬品だが、それが治療に役立てられることはなかった。なぜならジーカスには人間の DNA を書き換え能力を覚醒させるという恐るべき力があったためだ。さらに悪いことに中毒性をも持ち合わせていたジーカスは瞬く間にネオ・シスコ州に蔓延。ネオ・シスコ州警察の総動員も虚しく、肉体を強化された犯罪者たちという悪夢の産物によって町は荒廃の一途をたどった。だが取引現場をスクープしたジャーナリストの手により組織の正体がついに明るみに出る。ジーカス、密売組織ジョーカル、キンパークと名乗る格闘家が束ねる組織団体。チームメールにかなぶり捨てた2人の刑事の決死の追跡行きが始まった。長い旅路の果てにキンパークは敗れ去る。ジョーカルは解体、ジーカスの流通は途絶え、ネオ・シスコの再興が始まったのだった。その刑事ってのがノートン師匠とビルドの旦那なんですよね。かっけえ。でもその後師匠は警察を依願退職してノートンジムのオーナーになって。おい、まだ途中だ。口を挟むんじゃない。焦るんじゃない。ジョーカル事件とファイルされたジーカス密売組織との戦いから3年後、結構経ったな。平穏を取り戻しつつあったネオ・シスコ州に再び新たな事件、著名な格闘家をはじめとした大量誘拐事件が起こる。格闘誘拐。ネオ・シスコ湾内に浮かぶ人工島で秘密裏にクローン人間製造プロジェクトが行われていたのだ。湾内の人工島でサイバークローン計画。誘拐は優れたクローンの素体を手に入れるためのものだった。素体を。ビッグ・ノートンとダグラス・ビルドは仲間たちと人工島に潜入。クローン製造プラントを積んだ飛行要塞まで首謀者を追い詰める。皆で頑張った。計画のリーダーはアイスマン・タイター。ジーカス密売組織ジョーカルの元幹部。アイスマン。ジーカスによる遺伝子操作で能力を覚醒させた軍事用クローンを作り、兵器として紛争地帯に売りさばこうとした死の商人。ほんまクソみたいな死の商人やな。激しい戦いの末、飛行要塞は墜落。アイスマンはクローン製造プラントと共に海の木図と消えた。死の商人は木図と消えてよし。誘拐された人々は人工島から無事解放され、後にサイバークローン事件と呼ばれる2度目の戦いは幕を閉じたのである。いう話だったんですね。全く何を聞きたいかと思えばからトレーニングをサボる口実じゃないだろうな。いやいや、私もサイバークローン事件の時誘拐された当事者ですもん。ビルドさんたち警察が研究施設からお前を助け出してもう1年か。記憶はまだ戻らないのか。これがさっぱり。実験がどうとかで注射打たれたりしたことは覚えてるんですけど。焦る必要はない。ゆっくり取り戻そう。ビルドさんもそのためにお前を俺に預けたんだ。了解です。旦那と師匠の優しさがしみるな。じゃスパーリングの続きやりましょう。誘拐されたこの娘は被験体に選ばれた。おそらくジーカスのこの尋常じゃない技の習得の速さ、身体能力、その実験と関係しているのか。ほらノートン師匠、スパー中に考え事なんかしてるとガチャンとやっちゃいますよ。ガチャンとやられちゃ。なんだおいカルア。今のガチャンは私じゃないよ。というわけでゲーム始まったで。続いてチュートリアル。チュートリアルは飛ばす。マーさんに動かしてもらいながら説明していくわ。それでいきましょう。とりあえず動いてみたりダッシュができる。横2回、2段ジャンプもできる。ジャンプ2回、特殊攻撃ボタンがある。レバーニュートラルの特殊攻撃でガード。レバー下と特殊攻撃で風攻撃。攻撃ボタンは連打できる。途中で下を押すと風攻撃に変化。ジャンプで追いかけてさらに攻撃連打。浮かせて基本の連打攻撃をお見舞いした。また敵が出てきた。続いて組み技のチュートリアルですが飛ばします。ストーリーで時間使うたけん組み合って特殊攻撃ボタン。雷攻撃。組んで攻撃ボタンは普通に打撃を入れる。レバーを上に入れれば画面奥に投げ飛ばせます。なるほど、こんな感じ。ここから武器のチュートリアルに入りますが道中で説明できるのでスパッと飛ばします。説明が長くなったな。さすが僕のサイバークローンには慣れているがビッグノートンくんだね。そうだが一体何の用だ。僕のサイバークローンだと。
それにカルア君、こんなところにいたんだね。探したよ。なんで私を？うまくいかないのだよ。すぐにこうなってしまってね。というわけで話が長いけんはしょるで、クローン人間を作ってもゾンビのようになって失敗しとるみたいや。この博士キャラはエドガーだいた。製薬会社ジェコールとかいう会社の社長もやっとるそうな。そしてアイスマン、ダイターの弟、ノートン師匠に仕返しをし、カルアを連れて帰り、何かの実験を続ける。そのためにここに来たようです。一面、復讐の兄弟。弟が兄の復讐のために乗り込んできた。ノートン師匠、怒り爆発状態です。怒り頂点なり。怒り状態のチュートリアルもありますが飛ばします。怒り状態は攻撃力が上がって技の性能も変わるで、これとリピートラッシュも使える超必殺技みたいなもんやな。それを使うとゲージがゼロになるので注意しましょう。試しに使ってみた。空振りですが気にしない。あとは残りゲージがちょっとでもあったらビートグローが使えるみたいやな。周りの敵を吹っ飛ばすことができるので緊急回避に良いですね。なんか食べ物拾ったみたいやで。食べ物は拾ってすぐに食べるのではなく、一旦ストックして好きな時に食べられるようです。5個持てるみたいや。戦いに戻ります。ボスです。一面のボスの名はエドガー・ダイター。博士キャラが素でできとるけどいけるんかいな。基本ラッシュで7割減らせました。起き上がりに攻撃を重ねる。エリアル開始技。それはカト君。倒せました。懲らしめました。一面クリア。チュートリアルの延長みたいな感じやったね。なるほどね。サイバークローンとの同調はまだまだのようだ。何ぶつつ言ってんの。観念して私の気を公開しなさいよ。実しろ。エドが知り合いに警官がいる。正直に罪を認めれば悪いようにはしない。というわけで話を要約するで、ダグラス・ビルド巡査部長も仕返しの対象。現在 G カスが蔓延しスラム化した街の郊外を調査中。これって多分罠なんちゃう？エドガーは博士キャラのくせに身体能力が高く驚くが、それよりもビルドさんが心配。ジムのガレージにある暴動鎮圧用車両をキッチンカーに改造した車に乗っていく。特殊走行車両。タフ、イナフ。2面に移動します。ビルドの旦那が暴れ中。フランケンシュタイナ。キャミーで覚えた投げ技やな。そこに車が到着します。というわけで話を要約。過去シリーズの人工島で見つかった巨大な爬虫類のような未確認生物体が搬入されたというタレコミをロード J から受ける。ロード J は仲間の一人の柔術マスター。捕獲した未確認生物体から G カスが検出される。未確認生物体は作られた生物の可能性。これからモールを手分けして操作。キッチンカーでお弁当を作って出る。獲得した食料を組み合わせることで今後料理を作ることができます。今後料理は体力を最大まで回復できます。ただし今後料理の作成にはお金が必要です。ゲーム中に手に入れたお金を使って料理を完成させましょう。ひとまずバーガー類が揃っとるけんダブルドムチーズバーガーを。そんなメニューはありません。西大島のノムドム言ってたの懐かしいぜ。ドムドムハンバーガーセットを100円で作りました。材料が揃うほどに価格は安くなります。もう材料もないしダブルドム一つでええか。そんなメニューはありません。プレイヤーセレクト。キッチンカーに入るたびに使用キャラを変更できます。初見やし全キャラ試したいな。上から選んでいきますか？カルアで。スピードが星5ですね。2面、伝説の始まり。ショッピングモールといえばゾンビって顔見知りがゾンビになってたらどうしよう。マザー3の2章のダスターは知り合いのゾンビを蹴り倒していました。最悪の想定をさらっとやって抜けるのがしげさと痛い。怖いですね。ゲームの方ではカルアが敵を次々と倒しとるで。操作確認しながらなんとなく動かしています。チュートリアルが役に立ったな。敵も一面なのでのんびり動いていますね。背後から掴んだら投げ技が変わる。正面からの投げはパイルドライバー。サンディエフの中パンチ投げや。力強いですね。ガイを使っていると思ったらハガーだった。十分な素早さを持っていると思われるので大丈夫です。なんやようわからんけど大丈夫。背後投げの蹴りの音、出している範囲攻撃は何ですか？あれは範囲攻撃とは違うて背後攻撃じゃな。何らかの攻撃中に後ろと攻撃で出せるで。敵に囲まれた時に出せると便利そうですね。めっちゃ使えそうな技なんやけど、いざという時には背後攻撃の存在を忘れとる。いざという時に使うにはコマンドが複雑すぎたか。いざという時はボタン同時押しが限界。ゾンビが寝ていますね。近づいたら起きた。掴む。ゾンビを掴むのは嫌ですね。
ほんまはクローン人間の失敗作やけんゾンビみたいに腐ってはないと思う。緑色の汁を出しているようですが、あれはようわからんな。触ったらダメージみたいやし。スプラッタハウスのゲロのようなイメージ。非常に共感する感想やな。ところでカラーは怒り状態ですが、知らん間に怒りゲージが溜まっとったわ。いろいろとパワーアップしています。ユーコラングはまだ使う時ではない。ユーコラングは気力ゲージが必要で、それはビットラッシュ。急降下キックも使える。飛び蹴りの種類も多彩ですね。飲み物を拾う。ダッシングアタックから上を押すと浮かせ攻撃。ジャンプで追いかけてリアルレイ。それはカプコン。次の敵も浮かせる。突進蹴りで空中ラッシングアタックを締める。空中で特殊攻撃ボタン、蹴りの突進技や。道を塞いでいる障害物があるが、もちろん物理で解決。壊せました。また湧いてくる失敗作のクローン人間。掴んで画面奥に投げる。ダメージが増加すると思われます。おそらく。なんとなく感覚でやっとるけん厳密なヘリは確認してないんよ。クローン人間から緑の汁がたくさん出ています。ほんまなんなんあれ。踏んでもダメージはないし。無害なら放置で。ストーリー的には G カスって薬なんやろうな。 G カスによる遺伝子操作で能力を覚醒させた軍事用クローンですね。そうそう、それそれ。気づいたら早送り。一通り説明したのでな。武器を使っている。火炎放射器って本場はもっとごっついらしいで。こんなお化けガエル G カスに使ってて平気なの？緑の汁、やはり G カスだったようです。めちゃくちゃつゆだくやな。相当な安価で作れるのか。簡単、安価に製造できて害が大きいとか、めちゃくちゃたちが悪いな。奴ら製薬会社の資金がものすごい潤沢なのかもしれません。カルア、怒り爆発。今気づきましたが、右奥にドムドムバーガーありますね。ほんまや、ほんま。ドムドムといろんなところで提携しとるんやね。ゲームに集中すると気づきにくいですが、ふとテントが見れると音楽ができます。ビートラッシュ発動してた。決まりました。相手の体力ゲージの半分ぐらい減らせるみたいやな。謎の爬虫類っぽい敵を追い詰めた。懲らしめました。モンスターガエル打ち取ったり。この G カスの量じゃ切りなさそうだけど。タフピナフが来ている。車でお迎えに来てくれた。ショッピングモールに走行車って映画みたい。残りの残党を倒しましょう。キッチンカーに入るで。ドムドムチーズダブルドムバーガーが作れる。そんなバーガーはありません。バーガーと飲み物を持っているので、ドムドムハンバーガーセット 75% オフで作れました。バーガーセットを手に入れた。コンボメニューは体力が全回復します。キッチンカーに入ったけんキャラを変えれるで。使ってないキャラに変えましょう。ビルドの旦那を使う。始まってすぐ分岐替え。下へ進みます。失敗クローン人間を叩く。ワンセットで倒しきります。すげえ減るな。ポンコツクローン人間が爆発。緑の汁まみれに。バッチーな。限界が来たら爆発するのかな。緑の汁はゲーム性に関係あるんじゃろうか。今のところは踏んでダメージもないですね。言うてダメージ食らうんは嫌やったけん思いっきり踏みに行くことはしてない。まあそのうちわかるでしょう。次の失敗クローンには打撃からの浮かせ。空中コンボで投げまで入る。基本コンボで余裕で倒せます。ゴミ箱があるな。敵にぶつけて進む気か。そうじゃ。一撃で倒せました。何気に武器は強いな。失敗クローンに近づく。2回こづいて投げ。ビルドの旦那はジャンプ投げもある。威力が上がったような印象はないですね。また再検証が必要。怒り爆発。怒りゲージよく溜まります。投げ技が変化。炎を吐いていますね。なんとかグラスト。ヨガなんとか。あらあら、何か騒がしいと思えばお客様がいらっしゃるかもしれないと伺っておりましたが、あなた方ですか？その話スパイスマンの弟からか。これは申し遅れました。私エドガー様の秘書兼メイドジュリエットと申します。以後ご見知りおきを。そして侵入者は排除せよと命を受けておりますのでお別れを申し上げますし、あるのみ。というわけではしょっていくで。店内の気分が悪くなった客に鎮痛剤を持ってきたところだと、その客は力を求めている方ですが制御不能に。その人はロード・ジェイトちゃんというやりとりでした。ボスです。ボスの名はジュリエット。通常技キャンセルしてビートラッシュ発動。打撃投げのビートラッシュなんやな。ファイナルアトミックなんとか。それとはちゃうねん。祖国のためにちゃうねん。樽を壊しとこか。肉を期待。パイナップルでした。縦軸ずらして素振りする。当たりに来てくれました。空中コンボ失敗。そういうこともあるよね。重火器を拾う。なぜ落ちているのか。
打ちかますのミス。増強に対しては一撃でオーバーキルやな。ボス戦で飛び道具助かります。確実に当てていくで。弾を使い切ると新たな増強が現れた。無視でボスの体力も少ないしボスに集中するで。起き上がりに攻撃重ねるのは無理でした。さすがに立ち回りが雑すぎたか。増強も2体に増えているので面倒ですが丁寧にいきましょう。捕らえた。懲らしめました。なるほど、これがノトンジムの精鋭たちの力、エドガー様がお気にかけるわけです。ライター兄弟、彼らは犯罪者だ。君も共犯になってしまうんだぞ。さて、どうしましょう。私もまた、私の兄弟たちのために働いておりますので。しかし、この損傷では業務の続行は不可能。代わりに、お客様のお相手をお願いします。兄弟たちとは誰のことを言っている？お客というのはあの男だと思うが。さようでございます。私をボコボコにした代償、きちんとお支払いくださいませ。賠償あるのみ。というわけで、どっか行ってしもた。ひとまず隣に移動します。もっと強く。もっと強く。まだまだ強くなれる。ボスです。ボスの名はダック・ロード J。 あのメイドが言っていた力を求めている男、やはり君だったか。ロード J。 ノービルドのおっさん、これはもっと。まったくなりはでかいがまだまだ子供だな。俺が止めてやる。ロード J。 ボスです。さっき言いましたよ。重要なことなので。重要なことならば何度でも言いますね。気抜いたらもっぺんぐらい言うてまうかも。それもまたよし。でかいハンマーを拾った。武器ですね。敵に使ってみましょう。素振りする。あれ、刃物をしたような。ストックしてある武器を使っていますね。使用回数が減っています。こっちのボタンか。ハンマーを振りました。まだ操作に慣れてへんねん。オーバーキル。ほんでボスはじらしてきます。の方もっとまだ強く。彼が被っているのはサイバークローン事件でクローンを制御していたヘルメットか。これにもあのサイバークローンのような力を。ガードポーズ。ボスの起き上がり攻撃にやられる。ボスの起き上がりのタイミングつかめてないんよ。少し落ち着きますか。ひとまず攻撃当てていくわ。通常技からの浮かせ攻撃。空中コンボがつながらん。技の空振りの隙に起き上がり攻撃を食ら。なんか食べとくわ。よくそう。ラーメン。通常のラッシングアタックがヒット。普通のラッシングアタック思ったより減るな。無理せずラッシングアタックを当てていきましょう。ほんで起き上がりを食らう。ボスの起き上がり攻撃ダメージ少ない。平気。ほんで早送りを挟む。特に進展がなかったので怒り爆発。攻撃力アップ。ボスに大ダメージを狙うんや。ボスを掴んで通常投げ。怒り状態なので十分なダメージ。ボス起き上がりにガードを合わせてカウンター。2度決める。増票を減らしとく。オーバーキル。ボスが接近。背後攻撃が決まった。残りわずか。懲らしめました。2面クリア。さてストーリーシーンですが、2面をクリアするまでに18分かかったんやけど、説明書によるとこのゲームは10面まであるそうです。1面9分、全クリまで90分。また長すぎる動画になりそうなので、ここからのストーリーは要約してはしょっていくで。ロード J が単身乗り込み施設を叩き潰すつもりでいたが、メイドのジュリエットに出会いジーカスを渡される。強くなりたい欲望に勝てず使ってしまったのでした。スラム街を丸々使ってのジーカス実験が行われとる。未確認生物体の目撃談を当たっていたらたどり着いたそうです。スラム街の住人はほぼ全員クローンであった。ロード J にスラム街の場所64番街と教えてもらい、そこへ向かうことに。材料は持ってない。ラーメン食べちゃいましたし。でもラーメンセット安いな。買ったろ。ラーメンコンボメニューゲットしました。キャラクターセレクト。仲間になったロード J を使うで。加入キャラ言っときましょう。3面に向かいます。ここが64番街。ここからカエルたちがモールに運ばれたようです。4年前にジョーカル事件の始まりとなった街、今はジーカスの実験場。10年前にはこの街で犯罪者を軍用ロボットに改造しようとしていた。ほんで今回は軍事用クローン。さらに気になることが、近くに地下鉄跡があり、その地下に非合法な地下格闘場がある。そこにウェンディがジーカスの操作で潜入中、街から地下鉄の方まで向かうことに。
3面、暴略のストリート。便利が地下闘技場にね。ジーカス実験もそこでやってんのか。便利というのは初耳。新キャラか。2作目のラッシングビートラン複製都市で登場していたようです。えらい美人さんの砂。ロード J の技確認は終わりましたか？大体終わったけど感じ。背負い投げで道着の姿。彼は柔道家かな。どうでしょう。浮かせ技からの柔道で火星。空中打撃投げ。ビルドの旦那みたいな感じで操作できるな。投げの専門家かな。柔道と骨砲の達人です。骨砲と聞いたらみんな肘突き出して滑るように突進せんとな。いろんな流派があるんですよ。多分知らないんですが、ロード J は肘で突進できないっぽいな。骨砲が一部で有名すぎる。骨砲は肘のイメージが強すぎる。一部の人だけです。骨砲の話しよったら早送りになったの。ロード J の話だったのに骨砲に食いつくから。うちら世代のゲーム好きは骨砲に敏感に反応するで。一部の人だけです。ジュリエットはなんかの起動までの時間稼ぎしとるみたい。ロード J は G カスにまだ興味を持っている。肉体強化用の G カスもっといいのはねえのか。ロード J まだ懲りてないようです。ビルドの旦那にごちんしてもらわんとあかんな。ボスです。ボスです。ジュリエットともう一度対決。この感じやとジュリエットが最後までお世話になりそうな予感。ギルガメッシュのようなイメージかな。再販後のギルガメッシュ。怒り爆発。接近して投げや。怒っているのでダメージが大きい。さらに投げ。巴投げで画面外までぶん投げた。メイドさんに攻撃しまくる絵はあんま人気がする。メイドさんを巴投げで思いっきりぶん投げている絵は初めて見たような気がします。ラッシングアタックからの浮かせて投げまでの連続技、かなり慣れてきましたね。懲らしめました。ジュリエットを車に乗せ詳しい話を聞こうとするビルド。主人のエドガーが来ているかもしれないと聞く。地下から新たな検体がこちらに向かっているという話も。そんなことを聞いとったらジュリエットに逃げられたやん。地下闘技場の被験者、まさかウェンディ。エドガーの企みがいまいち読めない一行。車両を表に出し逃げたジュリエットを追うことに。キッチンカーに入ったで。タコスセットの素材が2つ揃っているので安く作れます。作りまんた。セレクトキャラクター。使うキャラクターを変えますか？ノートン師匠、チュートリアルでしか使ってないのでな。そうですね、行きましょう。なんかの警告音。車が通りました。警告出たら車が通る。ぼーっとしてたら引かれちゃいます。打ち上げ攻撃。久しぶりに見ました。ラッシングアタックから打ち上げてジャンプアッパーですね。浮かせの基本連続技ですね。実はこれボタン押しっぱなしでできる。一発目さえ当ててしまえば残りは押しっぱなし。レバーを上に入れたり後ろに入れたりで途中の連続技が変化します。押しっぱなしでええんは楽ちんじゃな。この連続技もボタン押しっぱなしでレバーを上に入れっぱなし。レバー上で打ち上げ攻撃に移行する。ロード J みたいな空中投げに移行するキャラもある。そのあたりはキャラの個性ですね。謎のロボが出現よ。クローンではない肉体とはこれのこと？ほなけど出てきたロボ調子悪そうやわ。平和とか未来を守れなど言っていますが、果たして調子悪そうやけど容赦なく倒すやで。こいつ何のために作られたんだ？軍事用クローンに代わる兵器とは思えないが。ラッシングアタック中に割り込まれることがあったわ。ラッシングアタックは完全な連続技ではない。そういえばロボ懲らしめました。ロボの挙動がおかしいですね。やっぱ調子悪そう。ノートン師匠は奥の穴に潜入します。なんだこの機材は。さっきのロボットの調整用か？どこから運び込んだ？犯罪者をロボに改造とか言うとったな。さっき戦ったロボの色違いが出てきた。ロボの調整用なのか？またロボが出てきた。このコンテナは製薬会社ゼコール、エドガーの会社のものか？エドガーの会社。俺だけでいい。強化人間になるのは俺だけでいい。このバルサザー様だけで。おまはん誰やねん。あれボスは危険マークが出ていますね。ジャンプで避ければいい。ヤフー。引かれた。2台来るとはやるな。次は気をつけましょう。ボスっぽい演出あったのにボス出てこんやん。増票を片付けますか？ボスです。ようやく出てきたバルサザー様です。飛び道具でボスを撃退。画面外に吹っ飛ばせますし結構減らせています。増票に使うのはもったいないけど普通に戦いましょう。
召喚キャンセルジャンプ。めくり中キッズパンチ。着地背後攻撃。適当な連続技でした。吹っ飛ばされた。ボスはリバサで爆破上昇。着地でクエイク効果。ノートン師匠もダメージを食らいました。リバサが強い。ついつい倒れたボスの足元に行ってしまう。 D&D ではないです。クラウドキル。このボス強いな。食べ物を食べた。今までで一番苦戦しています。3つも食べてしもた。ヤフー。また起き上がり攻撃を食らう。ボスの体力あとちょっと。変な連続技を繰り出して懲らしめました。かなり急いだので5分ぐらいでクリアまでたどり着きました。これからもこの感じで頼む。もうあれだけのダメージを受けてこいつ。便利の攻撃。飛び膝蹴り。バイオレンスにドロップからの大キック。ユリアン少年。新チャンピオンの攻撃がヒット。その後起き上がり、もっと強化されると宣言するバルサザ。メイドのジュヤに対しても最初期モデルと罵る。最初期モデル。便利のところに仲間が集まり、ビルドの旦那のお説教かと思いきや、地下鉄跡に人工島とのつながりがあることを告げる便利であった。ご飯買いますか？お金が全然足りんねん。先ほどのボス戦で素材を全部食べちゃいましたね。ここで買うために食べ物は節約せんとあかんのやな。便利が加入されていますね。新キャラを使わざるを得ない。便利で4面はサブウェイ。長い野菜サンドやな。サブウェイ美味しいですよね。野菜全部大盛りで地下鉄と人工島がつながっていて、64番街に運ばれテストが繰り返されていたようです。地下闘技場も G 化ス分事用クローンだらけっぽいな。ロボやカエルみたいなのも戦わされてたそうです。便利は忍者に地下闘技場への潜入の手引きをしてもらったんやと。忍者をジャジャマルという彼ら。忍者じゃじゃまるではなく火山と諭される。火山は人工島に潜入すると言って音信不通に。こちらは逃げたメイドとロボを追って地下鉄を進むのでした。4面裏切りの特別列車。私が地下に来た時より慌ただしいわね。ボタン確認中。ジャンプキックに空中投げもある。バイオレンスにドロップ。バーニングにダイブ。技の名前をわざとに間違えないでください。注意された。ダッシュキックが低空ドロップキック。サマーソルトも出してますね。樽の中から食べ物出てきた。おそらくコーヒーです。最近のコーヒー FF の時は缶コーヒーがあったな。 FF？ ファイナルファイトやで。ファイファイ。ファイファイツ。ファイファイタフ。コーヒーゲット。この女子はプロレスラーだけあって便利ね。操作感がすごくレスラーっぽいです。そんなのある？ゼロスリのレインボーミカを使っているような手触り感があります。ザンギエフ様。スクリューを使いたい。通常投げはパイルドライバーのようです。このゲームの女子はパイルドライバー好きね。ノートンジムの方針か？ノートン師匠はパイル好き。てかやばい。ご飯食べます？食べますじゃご飯を3つも残して押し勝ってしまいました。ゲームオーバー。普段であればここから修行モードに入るところですが、今回はコンティニューさせてください。初見ですがどんな手を使ってもクリアします。普段でもコンティニューしとるけどな。そういえば以前実況したアールタイプデルタはコンティニュー回数に制限がありましたね。ラッシングビート X ではどうなんでしょうか？初期設定のまま初見で遊んどるけん正直知らん。コンティニュー回数の使用も把握していませんが、とにかくやってみよう。とにかくクリアできるかな。下に進みます。地下のリングで散々戦ったわ。あんたたちとはね。浮かせからの連続攻撃がうまくいきません。空中攻撃出るんが遅いんじゃろうか。地面に落ちた時にドロップキックするのが正解なのか？なんかちゃう気がするんよな。もう一回浮かせる。うまくいった。それっぽい。ちゃんとそれっぽい連続技が用意されていましたね。空中でドロップキックを感じに当てるんがむずいな。ロード J みたいな連続技からの投げとか、あれはやりやすかったし分かりやすかった。便利は操作が少し難しめですか？そんな気がする。エドガーが現れる。メタルフレームのテスト機、強化人間の検体、いろいろ悩みを抱えているようですが、データは十分に集まったので地下闘技場は引き払うそうです。あなたもカラーのように検体になるかと挑発してきていますが、エドガーは仲間と合流したいようです。ボスです。ロボを引き連れマシーンに乗ったエドガーです。お供のロボから倒すか。パイルドライバー。エドガーのマシーンがレーザーを撃ちまくる。撃った後は隙だらけなので攻撃して差し上げろ。お供のロボ倒したら別の増票が出てきたら手強いですね。エドガーを懲らしめましたが逃げられました。そこにキッチンカーも到着。車にはエドガーを追ってもらい、我々は次の電車に乗っているといいメイドを懲らしめに行きます。メイド。
キッチンカーですが、食材が一つもありません。ボス戦で全部食べてしもうてた。ご飯なしでここからのステージを乗り越えることができるのか？無理じゃ。1000円で一つは買えるけん買っていくけど、お金がすっからかん。ここから先は自利品になりそうな予感です。食材は食べずにコンボ料理を作るんやで。コロネからのアドバイスでした。ひとまず全キャラ使いました。次は誰を使いますか？投げスタイとかより細かい打撃をいっぱい入れる方が好みやな。この中で一番しっくりきたんはカラー。素早く動いて小気味よく打撃で攻略していきましょう。この電車だね。この感じは FF の2年、初代ファイファイの2年な感じ。初代ファイナルファイトの2年な感じ。久しぶりな小気味良い空中連続技でも気づきました。何ですか？思った以上に減らしてないことに。打ち上げてから空中連続技も含めて90と8割ぐらいは減らせてほしいと思いますが、 30% ぐらいしか減らせてない気がすカラーの攻撃力は星2個、便利の半分の攻撃力ですね。る。手数はめちゃめちゃ多いけど、その分攻撃力はかなり低いと。64ヒットコンボと出ています。まあ気持ちよく打撃も入るし、押しっぱなしで連続技出してくれるしええか。先ほど買ったコンボ食べ物を食べました。体力全開。やはり難しくなっている。コンボ料理のために食材を残したいんやけどな。ゾンビのようなボロボロになったジュリエットが登場ですが、G カス投与でゾンビ化したクローンに襲われないようにするためだそうです。こんなんでいけるんか？人工島といえば戸隠流の忍者知らない？戸隠流、私の親衛隊です。はあ、じゃじゃ丸さん何やってんの？よく出てくるじゃじゃ丸さん。トロッコに乗って助けに来てほしい。じゃジュリエットに撃たれてしまいました。コンティニュー2回目。ビートラッシュ発動。懲らしめました。目的地に到着したようです。そこからさらに地下鉄の道を進む。稀に電車が通るので引かれないように注意してください。白衣小僧が転がっとる。エドガーですね。キッチンカーで追い回されて兵しとるみたいやな。ご昇進のエドガーはジュリエットに回収してもらうようです。ほんでジュリエットの親衛隊戸隠流の忍者が襲ってきた。じゃじゃ丸さんではございません。背後からの飛び膝を食らう。油断か？一旦間合いを取って後ろに投げる。エフェクトが派手です。お怒り中なので基本連続技を叩き込む。オーバーキル、威力が高いです。お怒り中なので上に出るしかないかな。この鉄橋なんか見覚えがある。そうだ、人工島。私はそこにいた。タフちゃん、エドガーのことお手柄だね。その時忍者の騎手キラトを二度。ボスです。どうしてエドガーなんかと。ジャジャマルさんの戸隠流は正義の忍法でしょ。忍びが表舞台に立って何とする。戸隠流の恥さらしを。そも我々はエドガーの手のものではない。やたらと出てくるジャジャマルさん。元ジャレコのゲームなのでな。トロッコ装備してなくてよかったわ。トロッコで攻撃されたらバーフで10割持っていかれますからね。ガマパックンもやばい。てか2対1なん思ったより辛い。ボスだけあってこの忍者は結構強いですよね。てかやばい。2対1なので懲らしめました。キラト2度撃破。キラト2度がキッチンカーを破壊しようとするも、味方の忍者火山は登場。キラト2度の裏切りにお怒りの様子。裏切った理由を聞くと、時代は変わったと告げ、猿は2度たち。火山はノートンジムの仲間と合流。人工島からの脱出に手間取ったみたいやわ。車両を修理しすぐに人工島へ向かわねばならぬと火山。アイスマンの弟を倒す必要があると。ウキウキクッキングの時間です。120円しかないんよ。何も買えませんね。ワクワククッキングは終わった。セレクトキャラクター火山さんが新規加入。忍者火山使います。レッドゲートブリッジ。ファイアボールを食らったキッチンカー。修理は一通り終わるも冷却を待って最終調整が必要なんやと。その間人工島へ数名で先行する。エドガーはなぜ人工島を好き放題できるのかとカラー。政府主導の都市計画があったが10年前に計画は頓挫し打ち捨てられた。そこで悪巧みをこっそりやれたんやな。警察の動きが鈍いのは都市計画失敗の内情に触れて政府を敵に回したくなかったから。ほな剣のトンたちがやったんやな。ほんで今回も
ジーカス、クローン、未確認生物体にロボット兵器、すべて人工島から始まっている。人工島でエドガーを追い詰める。ごめん、シティコネクション。梅雨払いは拙者に任されよ。てか、シティコネクション？会社の名前をステージ名にぶっ込んできました。ファミコンのシティコネクション、めちゃめちゃ苦手だった。あら珍しい。 BGM もシティコネクション。シティコネクション1年 BGM のアレンジですかね。猫踏んじゃったが脳裏に再生されるんじゃ。トラウマ。忍者火山のボタン確認、大体終わり。忍者じゃじゃ丸くんのように言わなくてよいのです。忍ばない忍び、起きます。ガードされる。ガード後の確定反撃を食らうも怒り爆発。怒り通常投げ。連続怒り通常投げ。怒り基本連続技。オーバーキル。そういえば基本連続技で敵を勝てなくなりましたが、それな、4面ぐらいから浮かそうとしたら敵に割り込まれるようになってな。浮かせ技は連続ヒットになっていない。左類のコンボ数は厳密な連続ヒットではないけん参考にならん。いちいち敵に割り込まれては面倒すぎるので浮かせるのは控えたというわけですね。そういうこと。スカバキルで退くジュリエット。通り過ぎる敵のトラックを見た火山、トラックに飛び移ってジェコールまで向かうことにしたみたいや。不安定な足場での戦い。ここは増票を奥に投げるんや。海に落として一撃で倒せるので比較的楽に進めます。車止めがあったけんここで一旦ストップやな。樽を壊して食料ゲット。それにしても BGM が気になりすぎる。今のあたり完全にシティコネクション。真上に飛ばすミサイル装備、扱いが難しそう。面用な。この車両から感じる邪気は何だ。車両にめちゃめちゃ増票が入っていた。未確認生物体も入っとった。てかやばいじゃん。レスラーにドロップキックを受け4回目のお釈迦。トラックはジュリエットが運転しとったみたいやな。特殊装甲服を装備したジュリエット、メタルフレーム開発の際に副次的にできたようです。メタルフレームはまだ未回収。 AI の解析が終わっとらんけんエドガー側も早く回収したいみたいやな。戦闘データを取らせていただきます。夢夢、すぐに死んだりもさらぬように。いつも通りメイドさんと物理で対話。投げたり叩いたり。ジュリエットがこの先のトレーラー使っていいって。キッチンカーが破損しているので罠の懸念もありつつ虎穴に入らずんばこじを得ず。ということでコンテナに乗り込みトレーラーで人工島に向かいます。敵に塩を送ってくれました。トレーラーを見に行こう。キッチンカー820円ある。食材も全部食べ尽くしたので何も買えんのや。退散。全キャラクターを使いましたね。ほな誰を使うかって。誰ですか？やはりカルアで。あの小気味の良い打撃手放せへんな。歩くのも早いですし。何よもう。コンテナの中身はロボットじゃない。はちゃめちゃにするよ。コンテナの中、トラックの後ろも広すぎませんか？めっちゃ広いように感じるけど、まあ感じ。段ボールの中身は何だろうな。武器でした。武器はあんまし使ってない。存在を忘れてしまうんですよね。敵のロボが現れた。コマンド戦う。7ヒットコンボ。通常連続技の後にピースしたら怒りゲージが増える。最近知りました。思った以上に多く蹴れる。毎回ピースしてゲージ増やしましょう。しかしロボが多い。この中はロボしかいません。とにかく養蚕ロボを倒したわ。ありゃ、メタルフレームくん。メイドさんがずっと探してたよ。私の仲間、助け。博士、守る、未来を、平和を。バグってた時と感じが全然違うんだけど。メタルフレームに石などはございません。ないはずです。ボスです。ボスの名はプロトタイプメタルフレーム。ロボが養蚕を襲ってくる。空中コンボ。失敗。着地してもた。ボスに打撃を当てものけぞりがなかったため捕まえている。5本。頭から地面に投げられた。起き上がりに体当たりを食らう。一旦間合いを取るわ。この空飛んどるメカがほんま邪魔なんよ。飛び出り当たらず破壊失敗。次から次へと湧いてくるんよな。ちょっと遠くで待つ。こっち来た。ジャンプして落とす。メタルフレームに攻撃を仕掛ける。飛行機の爆弾機体に逃げる。小型ドローンが再度接近。ジャンプして落とす。メタルフレームにジャンプ攻撃を仕掛ける。たまたま狙撃を避けた。地上攻撃から赤瀬攻撃。空中基本連続技ヒット。画面端に追い込んで攻撃。飛行機からの爆撃を避ける。基本攻撃から赤瀬を狙うも割り込み反撃される。怒
怒り状態へ。ダメージアップ。怒りゲージをビットラッシュに使う。ボスの体力を無理無理減らした。しかしこちらの体力、偶然の灯火。接近して基本連続技。懲らしめました。ギリギリのミスで懲らしめました。ジュリエットがヘリから降りてきた。メタルフレームを回収したいみたいやな。エドガーに利用されるぐらいなら破壊するとギルドの旦那。ジュリエットはメタルフレームを引き渡してもらえるならエドガーからの伝言を伝えると言うてきたわ。メタルフレームを渡すことにしたのと師匠。人工島の森林公園を抜けてこい。バーカ、トノエドガーの伝言を伝えられる。メタルフレームを回収するジュリエット。人工島の森林公園に向かうノートンたち。お金ないですね。今後料理も作れません。ダブルドムチーズバーガーを食べたいのね。お金を貯めましょう。変わらずカルアで。6面に向かいます。元監獄の森林公園に到着したノートンたち。ジュリエットが催し物があると言っていた。一体何をするつもりなのか。一見したら残っとるんは堀だけに見えるけど地下が気になるノートン。地下の情報は現在ない。エドガーの意図が読めない中、気を引き締めて進む。気をつけて進む。6面、異邦人の祭典。催し物って聞くと罠だと分かっててもちょっとワクワクするよね。ここでお知らせです。なんなん。早送りの速さと頻度が上がります。まだ6年終わりが見えんけんな。1時間以内に収める最後の悪あがきをやってみますが、無理だと前後編に分けます。この時点ではまだ1本にまとめるつもりらしい。さてどうなるか。というわけで早速早送りです。ストーリーモードを選んどいてなんなんやけど、こんなにしっかりストーリーあるとは思ってなかった。そこはストーリーモードなので、天地を食らいにとかミスタラぐらいの長さかと思っとった。そこはアーケードゲームと家庭用ゲームの違いですね。学生時代の遊びの7割はゲーセンだったマーサ。未だに現役ゲーセンです。タフイナフが来てくれた。レッツクッキング。720円。食材ありますよ。フェスティバルシーフードバースト作りましょう。満足じゃ。本日は G カスフェスにお越しいただき誠にありがとうございます。なんか始まった。まずはお楽しみください。開演あるのみ。ダンス。こういった催しは楽しみ方を全然知らんのじゃよ。何がどうなのかさっぱりわからないので、マーさんの能力の限界によりノーコメントでよろしくお願いします。ファインプレーをわかるのは実力者だけなんじゃよ。ジュリエットのダンスが終わったな。この催しは G カスにより自我を失ったサイバークローンに統率の取れた動きをさせることが可能。それを見せつけるのが目的だったようです。ここにいるサイバークローンは 100% ジュリエットの味方。そういうことですね。つまりいつも通りの戦いってことだよな。いつもと変わらない戦闘風景。ジュリエットとお供がわんさかでございます。なんかめっちゃ減らされる。ってかやばい。たくさんの敵に巻き込まれ見失いました。宇宙コンボ。ジュリエットを追い詰めた。怒り爆発。画面外にパンチ。懲らしめました。いきなりなんだけど私だと前に会ったことない？記憶が戻りつつあるのですか？エドガー様の元においでください。カルアさん。カルアとジュリエットは知り合いだった？謎が謎を呼ぶ第6章。カルアの謎はこの先解き明かされるのか？先のことより目の前の敵だ。プロレスラーに基本コンボを叩き込む。コンボ中に浮かせ技に移行すると稀に割り込まれるなど。レスラーはレバーぐるぐるしてボタン連打しとるやろ。祖国のために。マジでプロレス？ビルドの旦那じゃない？こっちは論理戦隊じゃない？スーパービルドマシンとスーパーウェンディマシンの最強タッグ？たとえ旦那と先輩のクローンでもメインイベントやってやるって。怒り爆発。速攻でゲージ使う。通常連続技キャンセル。ビートラッシュ。25% ぐらい減らせたかな。4分の1ぐらい減らせました。ほなけどボスに対厳しい。頑張れ頑張れ。てかやばい。惜しい。ダークビルドを通しダークエンでも空前の灯火まで追い詰めていた。懲らしめました。お疲れ様でした。
サイバークローン事件の我々のクローン。クローンゾンにの統制の取れた操作。G カスの噴水。強化された未確認生物体。この公園の地下でそれらの実験が行われているのは間違いないと確信するノートンたち。地下への入り口を探すため全員で調査することに。520円。何も買えない。全然お金が増えん。初めで使いすぎたか。引き続きカルアで。最後までカラーで行くと思います。使いやすい気がする。斜面に向かうノートン1個。ロードの兄貴が地下への非常用はしごを見つけた。ギルドたちのクローンはそこから這い上がってきたんだろう。タフ、イナフで突入したいが現状は無理。地下の成果を地上に上げるための搬出口があると予想。手分けして探すことにした。斜面塀の中のうごめく者たち。マジで監獄そのまんま。あれ、何か見覚えがあるような。僕の檻は敵を撫でて壊そう。64万倍の遊戯。蹴り飛ばされる。この増標が強いのです。飛び道具を使い起き上がりに無敵リバーサルもあります。敵が一人やとのんびり相手したら問題ないんだけどな。警報器に触ってしまう。増標がわんさか。てかやばいじゃ苦手な敵にやられてしまいました。さらに奥の部屋へ。カエルにゾンビがわらわら。ゾンビローマリを相手にする。ほんでさらに奥の部屋へ移動。早送りが早すぎてちょっと何やってんのかわからないですね。ジュリエット来た。ジュリエット忙しいんやって。エドガーも来ているようですね。エドガーの代理でジュリエットが戦うみたいや。いつもの流れです。ジュリエットを懲らしめましょう。クローンとジカスの組み合わせはわかるけど、ロボットなんて何に使うの？ガシン。我が主のメシアプロジェクトのためエドガー様は違うことをお考えですが。お供の増標にパイルドライバー。前に来たジュリエットに連続技。増標の起き上がり攻撃。なぜか外れて助かった。ドローンの増標も出てきて大変めんどい。ジャンプ攻撃しないと落とせないのが厄介ですね。スパコン当てた。ビートラッシュを食らわせた。技の名前は正確にな。きっちりしましょう。懲らしめました。エドガーから電話です。どうやらまたメタルフレームに逃げられたようです。ジュリエットはメタルフレームの捜索に向かいました。うちらはそれを追いかける。強い増標だらけや。強い増標。てかやばい。コンティニューして間もなくご飯を食べる。回復したけど。さらにコンティニュー増標に苦戦。増標の多さに翻弄され続けています。逃亡中のメタルフレームに出会った。よろしく。地下ドックがあることを告げて去るメタルフレーム。メタルフレームはタフイナフに任せ。地下に降りると決めたカラーであった。素材が揃っています。ブレインメニューコンボ200円で買います。さらに素材が2つありますが 75% 引きで1000円か。これがスタグフレーション。前カワ。これですっからかんです。地下に行くぜ。よろしく。地下ドック。下は全部 G カス。それに難しそうな機械。ここが地下ドック？それともこの先？カルアは G カスに対して耐性があるようです。一般人やったら G カスゾンビになってまいそうな環境やもんな。そのあたり一帯緑の噴水がたくさんあります。特殊装甲服落車サーマーに身を包んだエドガーが現れた。彼は実験の調整作業中だったようです。カルアはここに収容されとった。過去の記憶が蘇っとるみたいやわ。カルアは唯一の成功例だとエドガーが言い、下は G カスの海だからね。未確認生物体にならないように気をつけたまえよ。ゲロゲーロ。だから私は予防接してるもん。お前もカエルにしてやろうか。このスーツを着ている以上それはないよ。ここで実験サンプルになってくれたま。苦手な敵がお供に。苦手なんです。ビートラッシュや。同型の増標がまた現れる。コンボ料理食べた。完全回復。ほんでビートラッシュ。懲らしめました。エドガーのマシーンが壊れて G カスが内部に入ってしまったみたい。エドガーは逃走。その後タフリナフの仲間と合流。メタルフレームが車両を案内してくれたけどメタルフレーム自体は取り逃がしてもうた。地下ドックの出口には船が。車ごと乗り込みエドガーの身柄を取り押さえる。めっちゃ夕焼け。次世代機の表現力には脱帽ですな。てかやばい。この敵がほんと苦手。うぐおわゾンビ化してる。うおーうわボスです。あんたもかい。 G カス飲みすぎたから。僕の体が兄さん。私は大丈夫だったけど。そうか、あんたはダメだったんだね。もっと強く
どうしてそんなに強くなりたいの？いいことなんて何もないよ。ジーカスは人格共有テスト完了。人格共有テスト？よくわからん単語が。ゾンにエドガーがしれっと言ってましたね。あれ以降エドガーは喋らんな。人格共有気になる。この場はボスを倒し進むしかなさそうです。倒すで。暗い基本コンボ。エドガーにはパイルドライバー懲らしめました。ラスボスかと思われたエドガーがお釈迦になりました。事件は終わった？いいえ、ジーカスやロボット兵器の開発など消えたわけではないです。エドガーの後ろ盾ジュリエットが主人と言っていた人物がまだ。ジェコールを調べるべきでしょう。エドガーの白衣に会社のカードキーがあったようです。ジェコールに踏み込みこの事件を解決する。お金ないね。何も買えません。退散。キャラはカルアで。このまま突っ走ります。8面に移動。正面の一番高いビルがジェコール。街が静かすぎるやん。明かりもついとるのに。この街の住人は全員サイバークローン。ホラーやん。突っ込むぞ。捕まれ。落ち着いて運転してください。8面、蘇る複製都市。ジュリエットはメタルフレームを捕獲して戻っとった。エドガーの最後はジュリエットも把握している。配当あるのみ。エレベーターから上に行けゆとるで。主人はお釈迦になったのでジュリエットに自首を進めるビルドの旦那。期間はな。ジュリエットの主人はエドガーではないとのこと。その答えは上の階にあるという匂わせ。それはそれとして最低限の受付の仕事をするというジュリエット。警備を呼び不法侵入者を叩き出し外の車両の破壊を依頼しやがった。この場は任せて車を守りに行ってほしいというガルア。ちょっとなんで上の階に進ませようとするの？あなた方にふさわしい相手が待っております。私エドガー様よりも。あの復讐メガネはもういない。じゃあ誰？警備の増票に苦手な時が結構おるね。7面でも言っていましたね。そんなことを思っとったらもっと苦手な忍者軍団。キア島にどうですね。もっと苦手なのでお釈迦は免れません。捕らえた。パンチ2発。懲らしめました。クローンが現れた。今回は火山のクローンやな。私とあんたどっちがジャジャマルを継ぐものか勝手に勝負。やられています。忍者強いんやもん。ダメージを代わり火の術でキャンセルしてくる。拾った刀を使う。所持している武器を思い出したかのように使う。ビートラッシュヒット。てかやばい。ジャジャマルを継ぐために忍者ほんま強い。基本コンボヒット。懲らしめました。煙がまで逃げるか。そんな技前じゃ桜姫は救えないよ。ナマズ太夫を倒せないよ。オフィスフロアにこんな罠広げてどうやって仕事すんの？ここはジェコール社内。そういえば製薬会社のオフィスビルだった。社員は罠を避けながら廊下を進むんですよ。でかい会社はやることが違いますな。てかやばい。罠を踏んで増援が来ました。うぎゃーうぎゃー。増票が多すぎ処理できない。便利先輩のクローン森林公園ではタッグマッチだったって。増票を手早く倒したい。ヤフー。増票を相手にしていたら勝ったからサマーソルトで浮かされエアフランケンシュタイナーオクラ横軸を回されドロップキック。増票からもドロップキック。レスラー軍団強い。とにかくカットでドロップキックが飛んでくる。やばい。投げに行ったら投げられた。基本コンボからのビートラス。懲らしめたようです。何度もサーセン便利先輩。めちゃめちゃお釈迦にされました。何度もコンティニューサーセン。ドラム缶から食料調達。武器でした。樽から食料調達。サンドイッチでした。やった。サンドイッチだ。食べる。食べ物3つ食べました。増票を投げてやろう。投げられました。食べた食料が台無しに。ガードしやがる。キャンセルジャンプ。ジャンプパンチから基本コンボ。ピースサインまで行って怒りゲージも貯める。ここは増票が一旦焼け助かるな。ビル内は増票が多すぎてもみくちゃにされてお釈迦のパターンです。タフちゃん大胆いいよ。破壊は免れたようですね。所持金790円。材料はサンドイッチのみ。25% 引きでも買えへんな。浮きやめる。次のクローンはロードの兄貴。ビル内にはメンバー全員のクローンが控えているのか。来たな。基本コンボや。ピースして怒りゲージも貯める。怒りゲージが増える前に動くと増加がキャンセルされます。コンボの途中で割り込まれて投げられる。
さすがは投げの専門家。懲らしめました。しかし、風前の灯火。手持ちの食料もない。やばい。そうなりますよね。エレベーターを出てまた廊下。一体ずつ始末していく。大量に出てこなければ、どうってことはないのです。今度はビルドの旦那のクローン。怒り中なので、与えるダメージがでかい。ほんでパイルドライバー。ビートラッシュを当てたい。怒りが冷めてもた。苦手な敵がいるので、慎重になっていますね。怒りゲージ貯める。溜まった。ビートラッシ一気に倒してしまう。懲らしめました。次は間違いなく、師匠だよね。まだノートン師匠のクローンは、出ていませんので、間違いないでしょう。間もなく屋上。ノートン師匠のクローンが出てくるんはほぼ確実やな。サイバークローン事件の再現、一体誰が？何の仕掛けがあるかわからん。気引き締めていこうか。父さん。いや、俺のクローンか。この気配、まるでキンタークだ。私？ボスです。ダークノートン&ダークカルア。あの事件の再現、その先を行こうというのか。どうなってんの？師匠のクローンはまだしも、私のクローンだけ変じゃない？てか師匠のクローン。大きなエネルギー波のようなものを飛ばしてきますね。ノートン師匠、あんなん撃てたん？逆にカルアのクローンは、別段変なところは見えませんが。どのあたりが変なんやろか？様子見しながら戦っていきましょう。そんな余裕あったら変やけど。今のところ良い感じで戦っています。いつまで持つか。てか、やばい。風前の灯火。パイナップル、2個食べる。追加で全部食べる。なんやかんやで追い詰めたわ。よし。感じでビットラッシュ。良い感じで決まった。懲らしめました。エドガーの計画に必要な全てのデータを取れたとジュリエット。ノートンたちを足止め。同時に軍事用クローンに戦闘データを更新。そしてついに適合者のクローンから超能力のデータを記録できた。適合しているのはカラー。そのデータが羅刹プロジェクトの最後のピース。知らない計画の話になぜエドガーが生存している前提で話す。ジュリエットは機密事項ですと教えられるのは一つだけ。ダグラスメディカル社所有のジーンフーシアター。そこがあいつのホーム。それを教えるのはカラーへのご恩返し感謝あるのに。ノートンたちはタフイナフに乗りネオシスコに戻る。1590円。素材を持っていません。1000円で買える。日本でリライトセットを買う。最後までカルアで。9面に移動します。羅刹プロジェクト、サイバークローンすべてと意識共有を行うシステム。カルアが思い出した。G カス汚染されたクローンを自分の体として操ることができる。ジュリエットがカルアへの恩と言った。これについては思い出せんみたいやな。こんな綺麗なとこなの？うおー。筋肉もりもり。ゾンビマンの検体。なんでここに？意外と早かったね。ノートンジムの諸君。こいつ、船のデカゾンビじゃない。依然特徴の違うデカゾンビを相手に戦う。人間の時より動きが単調。弱くなっとるな。懲らしめました。エドがやはり生きていたか。そもそも死んでなどいないよ全員ね。すべてエドガーのクローン。そう、僕は生きている。僕たちは生きている。聞こえるだろう？新しい時代の鼓動が。9面、最終面、羅刹の鼓動。今まであったエドガーは全部サイバークローンなんやと。クローンすべてと意識を同じにする装置を使って。と、カルアの発言。システムの完成はカルア君のおかげだよ。適合者のデータが最後に必要だった。メタルフレームの解析も完了。だがしかし、エドガーはジュリエットの働きでノートンたちがここに来れたことを知らない。最終テストに付き合ってもらおうか、とエドガーの発言。筋肉ゾンビが変だったのも、そのテストのせい？さて、どうだろうね。集中しているのでね、少し黙っててもらえるかな。狭い画面にエドガーが答え、めっちゃわちゃわちゃしとるな。エドガーは集中しているようです。同時に制御しとるけんやろな。5体、懲らしめました。
だいぶ慣れてきたとエドガーは言っていますが、一度に複数の己を操作する人間の脳でそんなことができるのでしょうか？わからんけど何らかのシステムを使っとるって話やんな。エドガーを追い詰めシステムを破壊する。タフイナフは突入できる場所を探すんや。あの外見で中身これ？こういうとこにロボットいるのはロマンあるけどさ。ロボットに後ろから突撃される。明かり頂点なる。敵ロボ燃えとるし近づけんやん。白衣の敵を投げる。ロボが強いけんビートラッシュ使う。この研究所も罠が多いですね。電撃バリバリの赤外線の警報装置。警報装置は増票がたくさん出てきて対処できないので、今回は触らないようにお願いします。やばい。さすがは最終面。止めろメシアプロジェクト G カスあんなことのため作ったのでは。メタちゃんまたバグってるの？あれ羅刹プロジェクトじゃなくて？どうか私を止めてください博士。仲間を助けに来たことあったし、メタちゃんにはやっぱり石がメシアなんとかって。 G カス強化人間未来を平和を奪う全てを破壊するもの。メタちゃん強い。やばい。ドローンからの狙撃が一番厳しい。ロボ苦戦。飛び道具を撃たないで。罠に当たってくれました。懲らしめました。ありがとう。これで私もゆっくり眠れることが。メタちゃん戦いが終わったら持ち帰って修理してあげるからね。ロボットに続いてゾンビたちならここにはクローン製造機があるはず。食べ物はないか？タコアサル武器でした。飯が欲しい。3つ持ってます。ゾンビ道を進む。先ほどのロボ道に比べると割と楽やな。ロボは強かった。何事？タフちゃんマジ？無茶をして突っ込んできてくれたタフイナフ。数名残って修理が必要。メタルフレームの回収にも車は必要。メタルフレームが言っていたメシアプロジェクトとは？エドガーかジュリエットを捕まえて聞く。フレッシュビュッフェセットの素材を全て持っています。それこうた。当然カルアで最後までお世話になります。エドガーたちが現れた。門前で戦ったバルサザーもエドガーだったそうです。羅刹コネクターのシステムが再起動すればネオシスコ中のサイバークローンがエドガーになる。そんなことはさせない。まだまだ僕はいるのでね。だんだんと僕全員が体の動かし方に慣れてきたよ。もう勘弁してよね。どんなエクササイズよ。ボンニーエドガーの投げた電撃弾で関連。いつもながらドローンがこっちを狙ってくる。空中から狙う。やばい。ドローンからの狙撃が一番厳しい。懲らしめました。羅刹プロジェクトやばいな。みんなに状況を話したいけど。羅刹プロジェクトやばい。みんなと落ち合う場所まで急ぎましょう。やばい。飛び蹴りが減る。ジュリエットが登場。羅刹コネクターの再起動まであとわずかと伝えられる。ノートン師匠がメシアプロジェクトについて聞く。強化人間を作るジュリエットの主人の悲願だそうです。カルアがメイドさんは破棄されるところだったと話す。サイバークローン計画の原型がジュリエット。当時型落ちとなったジュリエットにカルアの身体データがフィードバックされた。そのおかげで能力が飛躍的に向上。また働けるようになったそうやで。個人的な恩返しはここまででございます。ここからはエドガー様のメイドとして侵入者を排除します。あるのみ。やめようよメイドさん。私たちが争うなんてそんなの悲しすぎるよ。いいえ、一個人としてサイバークローンとしてメイドとして切らねばならぬ仁義があるのです。ジュリエットと最後の戦い。メイド服を脱ぐなんて。戦闘服に着替えてきました。背後から近づいて2回蹴る。いつもの増票もおらんし。落ち着いて戦えばなんとかなりそうですね。焦らず無理せずやな。基本コンボ。怒りゲージが溜まった。一気に大ダメージを狙う。こっちも結構ダメージもらっとるけんやばい。回復ご飯の存在を忘れていました。懲らしめました。ジュリエットに羅刹プロジェクト阻止の協力を求める。それはできんと言われたけんど、緊急対応マニュアルに従い施設機能をロックすることは可能なんやって。ロックされるとしばらく外部への電波送信が禁止され、クローンとの意識共有遠隔操作を封じることができる。エドガーはともかく本当の主人を裏切ることにならないのかと聞くノートン師匠。クルムバッハ様の計画は問題なく進んでいる。羅刹プロジェクトの方がイレギュラーだと。エドガーを止めてほしい。エドガーも我が主人に踊らされた一人。ベンリン、パルノミ、
ノートンたちはジュリエットを信じエドガーの元へ向かう。本物のエドガーはどこにいる？エドガーはすでにシステムの一部になっていた。メタルフレームの解析をもとに自身の脳をシステムに組み込んだとのこと。施設中のクローンを集めノートンたちを撃退しようとしたその時、ノートンはジーカス・ウィルスとはそもそも何か聞く。メイドの土産に教えろとカルア。エドガーも復讐の原点の底かと話し始める。時間稼ぎが功を奏したジュリエットによる緊急事態用のウックが間に合うたで、本当の戦いはこれからです。外のロボットをみんなで止めて、この脳だけメガネとは私が決着をつけるよ。いいや、ここが君たちの墓場になるのだよ。兄アイスマンの復讐の第一歩、使命。ラスボスです。ラスボスはすっかり姿が変わってしまいましたが、エドガー大隊。お供に博士キャラのエドガーも手からラスボス空中に浮いとって攻撃できんのやけど、あの高さジャンプで届きますかね？やってみとるけど当たらん。むずい。うっすらですが脳だけエドガーの落ち影が見えます。攻撃当てるには立ち位置を確認せんとな。奥行きを合わせないと攻撃が当たりません。脳だけエドガーの影と合わせてジャンプですね。脳だけの攻撃全体攻撃すぎてのんびりする間がないな。掴みに来た。投げ間合いも画面全体。それでも投げスカリの隙はかなり大きいようです。お供のドローンと博士エドガーが様。ノーエドガーのパンチ攻撃。思ったより命中率低いんやな。一歩も動けんかったけど当たらんかね。そんなことを言っていたら投げられました。さすがは全画面投げ間合い。また全体攻撃パンチ。そのパンチはボーナスタイムかもしれん。当たらないのでよし。ヒット2ヒット。やっと攻撃当たったで。ほなけどこれラスボスに打撃当てるむずすぎんか。厳しい。エドガー邪魔。投げ捨てる。何か糸口を見つけたような。ラスボスにダメージは与えてないけど絶対何かある演出ですよね。バリアを壊したようなそんな何かがあるはず。そういえばバリア壊れてますね。あれほんまや。見通しが良くなっている。バリア復活。バリアがあるんとないんなんか違ったかい。今のところは違いが分かりません。ひとまず白衣エドガーを投げてバリアは壊せる。バリアがなくなった中心部に直接ダメージを与えるといった方法はまだ見つかっていません。思ったよりボスの攻撃は緩い。謎解きするみたいにいろんなアクションを試してみるで。ひとまず白衣を放り投げる。バリア破壊。人を投げ捨てるなど本来は大惨事の残虐ファイトですが、残虐超人クローンですし何体も生産できますし次々と湧いてきますしなどと雑に不謹慎なことを案外平気で思えてしまいます。ゲームやとしてもな。これはクローン倫理に一石を投じているのかもしれません。さすがはハーミリーちゃん。白衣エドガーに対して人の尊厳の薄れを感じるし、生命の冒涜っぽく白衣を投げ捨てても平気になりつつある。ボスにダメージを与えられないのに白衣はとりあえず投げ捨てる残虐ファイト。あれからボスには一度ともダメージ与えられん。何なんや突然に 50% の大ダメージ。白衣ポイ捨ては意味あったんやな。バリアを壊し続けることで本体にも徐々にダメージが蓄積していたのかもしれません。こっからあと半分いけるか。本体に攻撃を当てるのがきつい状況は現在も変わらずです。空飛ぶ小さいラスボスほんまに攻撃を当てれんのや。パンチをなんとなく避ける。ボスにジャンプ攻撃。しかし届かない。負けずに攻撃。背後から白衣エドガーの攻撃。じゃ初見ではラスボスの倒し方がわからーコンず、ティニューやコンティニュー。早く倒し方を見つけたい。わからん域にラスボスにジャンプ攻撃を繰り返す。今のところそれぐらいしか思いつきません。落ち着いて視野を広げてステージ全体を観察する。ような余裕は全くありません。戦いの最中は本気なんや。白衣エドガー見つけたら投げ捨てる。手動すぎる。気になったのですが、なんなんバリア破壊時に手前の何かのマシーンのバリアも消えています。何これ殴れるやん。これはもう完全に弱点見つけたやん。ようやくたどり着きました。なるほど、こんなところに弱点を隠しようって背景の一部と勝手に思っていました。一つ壊したで。 25% ほどボスの体力を減らせました。ボスのバリアの色が黄緑に変わっ本格的に追い詰めています。あと一息。た。白衣をぶん投げる。バリアを破壊して基本コンボ、キャンセルダッシュ、基本コンボ。懲らしめました。ラスボス撃破。めっちゃ長い戦いやったわ。お釈迦回数は29回。お疲れ様です。これで終わった。エンディングが始まりますよ。しかしのんびり団員のみんな
エンディングは自らの手で確かめてほしい。違うでしょ。ここからエンディングが完全に終わるまで約10分。もう編集している時間はない。それっぽいことを言って締め切ろうと。なんとか切り詰めて編集したけど、ここいらで締めさせてもらおうと思います。途中のストーリーは頑張って要約して簡潔にまとめたつもりですが。やはりそこは原作の本物のテキストで体験もしてほしい。というわけで案件です。概要欄に Steam のリンクがあるんやけど、もし、私たちの実況で、ラッシングビート X が気に入りましたら、リンクから先の Steam のページにて、ウィッシュリストに登録、もしくは、ソフトを購入していただけると、マーさんが助かります。本当に気に入ったらで良いので、よろしくお願いします。ラッシングビート X は先日アップデートもされ、対戦モードが追加され、格ゲーとしても遊べるようになりました。キャラそれぞれに個性やエンディングもあり、実はクリア後には、ジュリエットが隠しキャラで使えたりもします。遊びどころをたくさん。すんげー楽しめるで。しかしマーさんには、キビスを返してマザー3の編集に戻ってもらいます。ゲームで遊べるのはいつになるのか。その間も、ノンリリ団員のみんなは、ラッシングビート X で楽しんでください。それでは、エンディングが気になりますが、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。た。ノンリリ実況では団員募集中。チャンネル登録や拡散、ほんまありがとう。コメントに拡散、本当に嬉しいです。ええ感じやったら他の動画も見てほしいで。言ってほしい、ノンリリ団員1億人。はよ絶好調で調子に乗りたい。このままだと団の面目丸つぶれ。ほな、次ののんびり実況の時間に、レトロゲーのんびり実況チャンネルで。